年を重ねても無理に掃除や片付けをしなくても家に帰ると心がふっと軽くなる、そんな暮らしをしている方がいます。一方で物を減らしているつもりなのになぜか家にいても休まらない、そんなことはありませんか？テーブルの書類の束、椅子にかけたままの上着、棚の奥に眠る古い家電、今すぐ困るわけではないけれど目に入るたびに心の中の後でが増えていく。それがいつの間にか家にいる時間まで重くしてしまうことがあります。こんにちは、黄金の暮らし手帳です。捨て上手な人と聞くと思い切りよく物を減らせる人を思い浮かべるかもしれません。でも本当に捨て上手な人はたくさん捨てている人ではなく、心を重くする小さな負担を暮らしの中に溜め込まない人、家の中の気になるものと少しずつ向き合ってきた人なんです。片付けの本当の目的は部屋をただきれいにすることではありません。探し物で疲れず動きやすく、使いたいものがすぐ手に取れること、そして何より心を苦しくしてまで無理に物を減らさないことです。今の自分に合わなくなったもの、見るたびに心が曇るもの、探すたびに疲れるもの、不安で残しているもの、こうしたものを一気に捨てるのではなく、自分の気持ちを置き去りにせず一つずつ静かに見直していく。それがこれからの暮らしを軽くする手放し方です。今日は家族との暮らしの中で物の持ち方を少しずつ見直してきた60代田中久美子さんの暮らしを参考に、心が重くならない家の整え方6つをお話しします。家族のものまで無理に動かす必要はありません。まずは自分の手元にある小さな負担から一緒に見直していきましょう。片付けを始めるとき、最初に見直したいのは捨てるかどうか悩むものではありません。思い出の品や高価なものを前にすると心が疲れて手が止まってしまいますよね。だからまずは捨てる判断がいらないものから。一つ目は置きっぱなしを手放すことです。置きっぱなしを手放すといっても何も置かない生活感のない部屋を目指すことではありません。出したものが自然と戻る流れを作るだけでいいんです。家事や用事を毎日こなしている人ほど小さなものは後回しになるものです。あなたのお部屋や寝室にもいつも置きっぱなしになっているものはありませんか？飲み終わったままの湯飲み、椅子の背にかけた上着、読みかけの本、床の隅の紙袋、一つ一つは小さなものです。だからこそいつでも片付けられるからとそのままになりやすい。でもそれは目に入るたびに後でと心の中にメモの付箋を1枚ずつ貼っていくようなものです。家にいるのに落ち着かないのはそんな未完了の宿題が心に溜まっているからかもしれません。以前の久美子さんもこの未完了に知らず知らずのうちに気持ちを重くしていた一人でした。朝カーテンを開けて部屋に光が入り、最初に目に入るのが昨日の湯飲み、昨日の郵便物、昨日の紙袋。一日が始まったばかりなのになんだか気持ちが重くなる。心の中で昨日の用事をもう一度思い出すような感覚だったんです。もちろん置きっぱなしがあるからといって久美子さんの暮らしが乱れていたわけではありません。暮らしていれば洗い物も郵便物も袋やレシートも自然と出てきます。それは今をちゃんと暮らしている証拠です。だから自分や家族を責める必要はないんです。久美子さんは家中をいつも片付いた状態にという考えを手放し、寝る前にテーブルの上だけを見直す習慣にしました。湯飲みを台所へ運ぶ、読みかけの本を端に揃える、全部を片付けなくても一日の終わりに目についたものを一つ戻すだけでいい。
そんな小さなついでで十分なんです。すると翌朝、カーテンを開けた時に最初に目に入る景色が変わり、朝の心の重さも少しずつ減っていきました。考えなくてもすぐに戻せる場所を一つだけ決めておく。それだけでも片付けなきゃと思う回数は減っていきます。捨て上手な人は完璧に片付いた家に住む人ではなく、日常の心を重くする見えにくい負担を一つずつこまめに減らしている人なんです。置きっぱなしが減り、部屋の景色が静かになると、今度はいつも迷子になっているものが気になり始めます。2つ目は、住所のないものを手放すことです。住所のないものとは、よく使うのに戻す場所が決まっていないもののことです。あなたもこんな経験はありませんか？出かける前に鍵が見つからない、ハサミがいつもの場所にない、家中を探し回る時間は単なる時間の浪費ではありません。探している間の焦り、見つからない自分にがっかりする気持ち、あれはどこだっけと何度も考える疲れ、その繰り返しで家にいるのに心だけがせかされてしまうんです。だからこそ、物の住所を決めることは収納術ではなく暮らしの守りなんです。考え込まなくても手が自然に向かう場所がある。まずは毎日よく手に取るものから優先して、ここに戻せば大丈夫と思える場所を作っておくんです。忙しい朝ほど探し物が一つ減るだけで随分助かりますよね。久美子さんも出かける時間が近づくほど、いつもバッグの中を探してため息が増えていました。そこで診察券や保険証、お薬手帳を一つのポーチにまとめることにしました。通院の日はこのポーチを持てば大丈夫、そう思えるだけで出かける前の焦りは少しずつ減っていきました。家中のすべてのものに完璧な住所を決めることではありません。いつも探してしまうもの、出かける前に慌てるもの、使いたい時に見つからないもの、そういうものから一つずつここに戻すと思える場所を決めてみてください。メガネはいつも座るソファーの横の台へ、爪切りやハサミは洗面所の引き出しの決まった一角へ。特別な収納用品はいりません。蓋付きの箱にきれいにしまい込むより、よく使うものほど一目でわかる浅いトレイや透明の小袋の方が安心なこともあります。見た目よりも迷わず手に取れることを優先していいんです。ただ家族のものまで急に動かそうとしなくて大丈夫です。夫の書類、子供や孫が使うもの、家族がいつも置いているもの、せっかく片付けた場所にまた別のものが置かれている。定位置を決めたのに戻せていない。そこまで自分の思うように整えようとすると、かえって心が重くなってため息が出てしまうことがあります。まずは鍵でもメガネでも診察券でも、よく探す自分のものから一つずつ心をせかさないために、帰る場所を一つ作ってみませんか？よく探すものに戻せるところができると、次に気になるのは家の中を歩く時の足元です。3つ目は、床に置く習慣を手放すことです。疲れて帰ってきた日、荷物を一旦床に置いてしまうことは誰にでもありますよね。買い物袋、読み終えた新聞の束、廊下の隅に置いた段ボール、あなたの玄関やリビングにも後でと思って置いたままのものはありませんか？でも床に物があると歩くたびに避ける、掃除の前にまずどかす、夜移動するときに足元を気にする、そんな小さな緊張が家の中に生まれてしまうんです。床は物を一時的に置く場所ではなく、家の中を安心して歩くための大切な通り道です。年齢を重ねるほど家の中での転倒は身近な心配事になりますよね。床を開けることは毎日の暮らしをそっと守ることでもあるんです。久美子さんが
床置きを見直すきっかけになったのはある夜の出来事でした。寝つけずぼーっとした頭のまま夜中に水を飲みに行こうとした時のことです。廊下の端に置いていた紙袋に足先がカサッと当たりました。転んだわけではありません。でもあるはずのないものに当たっただけで胸がヒヤッとして眠気も吹き飛んでしまいました。その時久美子さんはようやく床置きは見た目や掃除のしづらさだけでなく家の中で安心して動けるかどうかにも関わっているんだと気づいたんです。家中すべてでなくても構いません。毎日必ず通る道だけ、寝室からトイレまで、玄関から食卓まで足元に余白ができると掃除をする気も不思議と湧いてきます。これからの自分が夜トイレに行く時も朝台所へ向かう時も足元の安心を守っておくこと、それは今の自分の体を大切に扱うことでもあるんです。そして足元が軽くなると次は押し入れや棚の奥に眠る動かないものが見えてきます。4つ目はいつか使うかもで残しているものに潜む不安を手放すことです。あなたの家にもこんなものはありませんか？食器棚の奥の来客用の食器、何年も使っていない調理家電、今すぐ困らないものほど見直すきっかけがないまま同じ場所に残り続けてしまいます。以前の久美子さんにも箱の上にうっすらほこりが溜まっていて思わずずいぶん使っていなかったなと驚いたものがありました。数回使ったきりのホットプレート、家族が多かった頃の大きな土鍋、お客さんが来た時に、家族や親戚が集まった時に必要になるかもしれない。理由はいくつも浮かびますが、実際には何年も出番がありませんでした。手放せなかったのは物が必要だったからではなく、いざという時の不安が大きかったからかもしれません。物を大切にしてきた人ほどまだ使えるものを前にすると簡単には決められないものですよね。捨て活で本当に迷うのは壊れたものではなく、まだ使えるのに使っていないものです。こうしたものは念のためという言葉に守られて何年もその場所から動かないまま心の中にもずっと残り続けてしまうんです。もちろん急な来客や災害への備え、趣味の大切なものまで減らす必要はありません。ここで見たいのは本当に暮らしを助けるものと不安で残しているものの違いです。迷ったら自分にこう問いかけてみてください。これは今の暮らしに本当に必要なものかな。いざという時、買い直したり借りたり他のもので代用できないかな。そうやって確かめるとずっと起き続けることだけが正解ではないと気づくことがあります。何年も使っていないのに見るたびに気持ちが重くなるものなら、今のあなたを助けてくれるものではなく、昔の不安をそのまま残しているものかもしれません。棚から一つだけ手に取って最後に使ったのはいつだったかしらと思い出してみる。それだけでも心は一歩前に動いていくんです。いつか使うかもという不安を見直したら、次は棚の奥に眠っていた昔の自分を支えてくれたものが見えてきます。5つ目は過去の自分に合っていたものを手放すことです。あなたにも箱を開けた瞬間に昔の時間がふわっとよみがえるものはありませんか？仕事をしていた頃の本、もう使っていない趣味の道具、家族の思い出が残るもの、かつて暮らしを支えてくれたものたち。だからこそ簡単に決められるものではありませんよね。久美子さんのクローゼットにも扉を開けてハンガーを少し動かすと布が擦れる音と一緒に昔の記憶までふっとよみがえる服がありました。仕事をしていた頃のジャケット、学校行事で着ていたワンピース、手に取るたびにその頃の空気や
当時の自分を思い出してなかなか手放すことができませんでした。でもその一方で今よく着る服は端の方で少し窮屈そうに並んでいました。年齢を重ねると着ていて心地よい服も使いやすい道具も少しずつ変わっていくものですよね。昔はよく使っていたのに、前はあんなに大切だったのに、あの頃は賑やかだったのに、見るたびに今の自分と比べて少し苦しくなることがあります。物はただそこに置いてあるだけなのに、心だけがあの頃と今を行ったり来たり、そんな切なさに私たちは立ち止まってしまうんです。迷った時はそのものを見た時の気持ちにそっと点数をつけてみる。それも迷いを整理する一つの方法です。10点満点をつけたいほど心が温かくなるもの、反対に見るたびに気持ちが重くなるもの、そうやって見てみると残したいものと少し距離を置いてもいいものが見えてくることがあります。物を置ける場所にも心をかけられる量にも限りがあります。だからこそすべてのものに同じだけの場所と心を向けなくてもいいんです。手放し方も一つではありません。写真に残す、箱に入れて少し距離を置いてみる、必要としてくれる人に譲る、無理に行き先を探さず感謝して処分することも選んでいいんです。捨て上手な人は冷たく物を捨てる人ではなく、本当に大切にしたいものを選べる人です。クローゼットの一枚、台所の道具一つ、過去の思い出も大切にしながら、今のあなたが心地よく暮らせる余白を少しずつ広げていきましょう。ここまで置きっぱなしを減らし、物の住所を決め、床を開け、いつか使うかもという不安と向き合い、過去の思い出も大切にしながら今の暮らしを楽しむ余白を少しずつ広げてきました。でも最後にもう一つだけ手放してほしいものがあります。それは完璧にやらなきゃという思い込みです。一度に全部出して片付け始めたものの、途中で疲れ切ってしまった経験はありませんか？私も以前出したものを元に戻せなくなり途方に暮れたことがありました。こうして片付けが苦しいもの、面倒なものとして記憶されると、次に動くことがもっと億劫になります。そして一番避けたいのは、部屋が散らかったままになることより、私には続かないと自信までなくしてしまうことなんです。私も何度もそう感じてきました。でもある時から5分だけと決めてタイマーをかけるようにしました。好きな音楽を1曲流せば終わるまでだいたい5分です。その間に引き出しを1段だけ、机の周りを拭くだけ、台所の洗い物を3枚だけ、全部は終わらなくても5分は動けた、目の前の景色を少し変えられたという手応えが残ります。それを積み重ねるうちに、また明日もその次の日も自然と続けやすくなりました。実は片付けを続けるために大切なのは、一度に全部をやりきることではありません。疲れ切る前に止めることです。途中で止めるのは中途半端な先延ばしではなく、また明日も無理なく続けるための工夫です。そしてやる気が出ない日こそ、最初のタイマーをピッと押してみる、その小さな動作が心のスイッチになり、手を動かした後から気持ちがついてくることもあるんです。完璧を目指す必要はありません。できるところから始めて、疲れ切る前に止める、その積み重ねが自分にも続けられるという実感につながっていきます。部屋だけでなく自分の気持ちまで少しずつ整っていく。だからこそ掃除や片付けをすると心が落ち着くと言われるのかもしれません。あなたはどんなものが一番手放しづらいですか？反対に残しておけばよかった
と後悔したものはありますか？ぜひコメントで教えてくださいね。このチャンネルでは60代からの暮らしを心地よくする片付けや掃除、物との向き合い方をお届けしています。今日の動画が少しでもお役に立ちましたら、チャンネル登録や高評価、ハイプでも応援していただけると嬉しいです。今日も最後までご一緒くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。